皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ディープシークショックについて取り上げます。今回は主に経済についての話です。しかし同時に、国家の勢いや世界的に経済を主導するのがどこになるのかといった話題へとつながりかねない、かなり注目されている話題です。現在、株式市場において最も熱い注目を集めているのは、生成 AI 関連です。生成 AI は文章、画像、動画、音楽、様々な分野における情報を生成してくれます。ほんの数年でこの生成 AI は技術的にも目覚ましい発達をしており、様々な応用が考えられています。それだけにこの分野の先端企業では非常に多くの投資家からのお金も集まり、開発競争が激烈に行われているところです。あまり先端科学について興味のない人であっても、ニュース番組でオープン AI の名を聞く方も多いでしょう。現在アメリカのビッグテックと呼ばれるような大企業たちはこぞって生成 AI の開発に多額の資金を投入し、それがまた次のアメリカの主力産業へと発展することも期待されています。つい先日、この分野でソフトバンクの孫氏、オープン AI のサルトマン氏、そしてオラクルの会長などがトランプ大統領と共に記者会見を行い、大々的な投資も行うことなども発表していました。これらの話題の中心はまさにアメリカです。ところがそこに強烈な一撃を加えたのが今回のディープシークです。日本で主に話題になる AI といえば、オープン AI やメタ、Google といったところが主だったところであり、アメリカの企業が競い合うんだろうなといった雰囲気がありました。しかし今回話題になったディープシークは中国のスタートアップ企業です。中国の大企業ですらありません。そのスタートアップが打ち出したディープシークはオープン AI のチャット GPT と性能面で一部上回るものがあり、さらにそれだけではなく、アメリカのビッグテックが何百億円とかけてトレーニングをした上での AI を練成しているのに、驚くべきほどの低コストで生成 AI を作り出したというのです。そのため、株式市場に大きな動揺が広がっています。そのことを伝えるブルームバーグの記事を見ておきましょう。中国、ディープシーク登場でテクノロジー株急落、ASML やNVIDIA、中国のスタートアップ企業、ディープシークの人工知能 AI モデルが、米欧企業の優位性を崩すことへの懸念から、世界の株式が27日の取引で下落した。テクノロジー銘柄が中心のナスダック100指数先物は、ニューヨーク時間午前5時時点で 3.4% 安。S&P500 種株価指数先物も 2% 安。アメリカ半導体大手の NVIDIA は、ニューヨーク市場開場前の取引で一時 10% 安。ヨーロッパでもテクノロジー株が下落。最先端のチップ製造装置メーカーの ASML ホールディングが一時11% 急落した。ディープシークは先週、アメリカオープン AI の技術と競合可能だとする最新 AI モデルを発表。同モデルは最先端ではないチップで動作しながら費用対効果が高いと見られている。ディープシークの最新 AI モデルは NVIDIA などのアメリカの業界大手とその高騰するバリエーションに挑戦状を叩きつけている。いわゆるマグニフィセント7のテクノロジー銘柄のうち Apple、マイクロソフト、メタプラットフォームズ、テスラの4社が今週業績を発表する予定であることから、トレーダーは各社が AI への多額の質をどのように擁護するのかに注目している。利益の伸び鈍化が想定され、バリエーションがなお過大評価されている現状は、AI 主導で大幅上昇した同セクターの株価に不安を生じさせる。IE アジアのマーケットストラテジスト、ジュンロン・イープ氏は、ディープシークが長期的に見て、より安価で実用可能な代替手段となるかどうかはまだわからないが、差し当たっての懸念は、アメリカの大手テクノロジー企業の価格決定力が脅かされるのではないか。また、これらの企業による膨大な AI への投資について、評価を改める必要があるのではないかという点に集中していると述べた。今回ディープシークがなぜ欧米企業に対してショックを与えているかといえば、まずは開発コストが安いこと。ディープシークの社員は200名程度ということもあって、規模としては小さいものです。マイクロソフトも出資するオープン AI やメタ、Google、Apple、テスラなど生成 AI を開発する企業は非常に多く、それらの企業はたった数百人といったレベルではありません。また、生成 AI をトレーニングする際にも、最新の半導体を大量に導入してトレーニングを行うのが通常です。そのために必要とされているのが、半導体メーカー NVIDIA 製の最新チップです。
しかし、今回の DeepSeek の場合だと、そうした NVIDIA の最新のチップを必要としないにもかかわらず、欧米企業が作っている生成 AI と同等かそれを一部上回る性能を示したと主張しています。もしもこの主張が正しいのであれば、これまで欧米企業のかけてきた何百億円、何千億円、何兆円といった投資が、桁数で言えば1個2個下のレベルでの費用で同等レベルのものが作れるという話になるわけで、欧米と中国との間における生成 AI 分野における戦いが全く違う展開に発展するかもしれないのです。ただし、この場合、DeepSeek の主張しているように本当に最新の半導体を使っていないかどうかについては疑惑が持たれています。現在、アメリカから中国に対しては最新の半導体が輸出できないようにと規制はされていますが、迂回ルートを使って最新のチップを集めたのではないかといったことも言われており、本当に最新のものじゃなかったとしても作れるのかどうかについてはまだ疑わしい面があります。しかし、たとえその部分について本当は最新のチップが必要だったとしても、やはり性能面で一部上回ってきたということが本当であるとするならば、それは非常に驚異的だと見ることができます。じゃあ、本当にそんなものであるならば、本当の性能を確かめてみようといった人たちが非常に多く出たことから、DeepSeek はこうしたアプリ系のサイトで非常に多くダウンロードされているそうです。ただし問題点があります。結局中国のスタートアップが作ったものとあって、どの情報をもとにして生成 AI が訓練されたか、そこに問題点があります。例えば、尖閣諸島は一体どこの国に帰属していますかということを質問すると、中国固有の領土だというようなことを言いますし、天安門事件について正確に描写してくださいと質問を投げかけても、中国共産党にとって不都合な質問については答えないかもしくははぐらかすといった行為を行い、これは完全に中国製だなということがわかるような挙動をしています。この点を日本は非常に注意深く見ておかなければなりません。生成 AI が多くの人たちから注目されている中にあって、中国共産党などがこの分野で世界的な標準が取れるようなものを開発し、世界へと普及させようと考えた場合において、自分たちの意見を完全にそこに入れ込むことができてしまうわけです。つまり、単純な技術競争だけではなく、そこに自分たちの政治的な意図なども盛り込むことができれば、これは非常に新しい武器にもなるわけです。そして話は経済的な話に戻って、この分野における欧米の生成 AI バブルとでも言えるようなお金の集まり方に大きな打撃を与えるかもしれません。これまで生成 AI 関連の話としては、まだまだお金を儲けるといったことができていません。技術的にこれから発達するであろうことから、多くの投資家がお金をつぎ込んでいるし、また株価についても現状の売上からは全く説明のできないレベルでの高い株価を維持してきました。それは将来的には様々なビジネス展開がされて多くの人々が日常的に生成 AI を利用すればシェアを多く取った企業においては十分投資は回収できるという見込みがあったからです。しかし、今回の DeepSeek がより少ない人数で、より低い費用で、そして最新ではない半導体でも十分動かせるとなれば、何千億円、もしくは何兆円といったレベルで投資してきた欧米企業にとっては、足元から中国企業が崩しに来たような話であり、だからこそ今回 DeepSeek ショックとでも呼べるような現象へとつながりかねないというわけです。実際にテクノロジー株企業について大きな株価変動が起こるかどうかはまだわかりません。しかし、この分野はこれからまさに大きく伸びるであろうとして見られていた産業分野ですから、欧米ではなく中国企業がこの分野でもしも1位を取るようなことがあり、世界的にも広く普及するようになってしまうと、その影響は日本にとって無視できるわけではなく、非常に悪影響をもたらすものとして警戒しなければなりません。最後に、ここまでは注意点ばかりちょっと述べてきたのですが、良い面もあることを付け加えておきます。OpenAI のチャット GPT の場合であれば、最新モデルで最高のレベルのものを求めれば、月額費用として多くのお金を払う必要があります。画像生成 AI や動画再生など、様々な AI モデルを各社が出していますが、やはりそれらも利用するのであれば、お金を払ってねというのが一般的なビジネスモデルとなっています。ところが今回の DeepSeek の場合だと、オープンソースモデルといったこともあり、高額の費用を払
払ってねといった形ではありません。それだけに高性能な生成 AI を多くの人々が利用する機会を増やす可能性を秘めています。従来の欧米企業にとってはそれがまさに自分たちの事業計画そのものを揺るがせるような話であると同時に、利用する側にとってみれば、もっと気軽にもっと高性能なものを使えるかもしれないという意味で、ブレイクスルーになる可能性を秘めているわけです。ただし、先ほども述べたように、中国政府の主張を一番基本にしている部分がありますから、ディープシークが成し遂げた何らかの技術的なブレイクスルーを欧米企業が学んで、中国企業のプロパガンダを含まない形での高性能で安価な生成 AI モデルがこれからどんどんと現れてくれることを期待しますし、そこには当然日本企業も頑張ってほしいものです。現在日本で作られている生成 AI モデルとしては、日本でやっているんだけれども Google から日本へと移住してきた技術者たちが作っているモデルなどが有名なだけで、いまいち世界的に名を馳せている日本産 AI は出ていません。まだまだこの市場は伸びしろがあり、熟成していない分だけ日本産の高性能生成 AI の誕生も見てみたいものです。というわけで今回は欧米企業のビジネスモデルや株価について大きな打撃を与えるかもしれないディープシークショックについて解説しました。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。